皆さんこんばんは、みくです。今日は芋のホーロー調理器ブランドバーミキュラさんとのタイアップで動画をお届けしたいと思います。私がですねこのお家に住み始めてまだ調理器具が揃っていないっていう動画をバーミキュラさんが見てくださって、そしてこのホーロー調理器を使ってみてくださいということでタイアップのお仕事をいただきました。で、私はあんまり料理が得意じゃないんですけど、このホーロー調理器は料理が得意じゃない人こそ使ってみてほしいということだったので、今回3日間自炊を頑張っていろんな料理を作っていきたいと思います。今日は、完全無水カレーとつやつやご飯をこちらのオーブンポット2を使って作っていきたいと思います。それでは3日間の自炊 Vlog スタートです。うまっ。うまっ。よし。ロリエ忘れちゃった。
いただきます。
熱々。うまっ。いただきます。うん。よいしょ。はい、今日はね一日仕事でだったんですけど、仕事してる途中でインスタグラム見てたら代官山蔦屋で飲みの市やってるっていう情報を得まして、今日天気もいいしね、休憩がてらに30分だけ飲みの市行こうかなと思ってサクッと行ってきました。なんか結構陶器とか、ガラス類 4,5 点買いましたね。はい、まずこちらです。じゃーん。こちら花瓶ジャグ、私は花瓶として使おうかなと思って購入したんですけど、こちらちょっとリサイクルガラスみたいな色合いのウォータージャグみたいなやつを買いました。これはねこのフォルムとあとこの取っ手のぷっくり感がとっても素敵だなと思って、お花をね飾るための花瓶として使おうと思って買いました。はい、こちらと、あとねこっちのエコバッグに入ってるのは全部ね同じお店で購入したものです。はい、まずこちらガラスの小物入れみたいなものですかね。ここには細々としたものをちょっと入れて飾っておこうかなと思って買いました。こちら1つ目。あとはこちらカップ&ソーサーも購入しました。取っ手のここの部分がねちょっと花びらみたいな絵が入りつつ、オレンジと黒のカラーリングがすごく可愛いカップ&ソーサーです。最近ね彼がよくこのお家に遊びに来て一緒にねお茶飲んだりとかするので2人で使えたらいいなと思って買いました。あともう一つはこれが一番の戦利品、このねティーカップとティーオーマーがセットになったこちら購入しました。まずねこのティーポットすごい形可愛いですよね。そしてこの注ぎ口の部分は鳥さんの頭になってるんですよって教えてもらって、そして下にこちらティーウォーマー、ここに小さなキャンドルを置いて上にティーポットセッティングしておけばずっとねお茶が冷めずにねこう飲めるという、こちらのポットとティーウォーマーがセットのものを買いました。もうこれは本当に最高すぎ。これお店の人も手放すのちょっと惜しいとか言ってたぐらいこれ本当に素敵で、もう見つけた瞬間即買いでした。はい、今日ねちょっと午後に行ったからほとんどねもう何も残ってないかなって思ったんですけど、意外とこんなに可愛いものいっぱいあってハッピーです。今からね早速このティーカップのセットでお茶作って仕事頑張ろうと思います。
いただきます。美味しい。はい、ありがとう。うまっ。あ、危なかった。ギリギリちょうど出来上がりました。あ、なんかいい匂いする。あ、危ない。レストランみたい。すごいでしょ。ここ作ったの本当に。本当に作った。マジ？写真撮っとこすごいでしょ。いやマジですごい。マジですごいよね。はい、誕生日ディナーのお礼ディナーです。あ、そう。はい。ありがとうございます。いただきましょう。いただきましょう。ホロホロじゃん。うまっ。うまい？うん。美味しい。脂身がうまい。簡単にできたよ。なんか材料切ったり下準備すれば
もうあと入れるだけぐらい。ホロホロ。美味しい。いやー、ごちそうさまでした。あ、いえいえ。美味しかったです。あ、いえ。さあ、また今週も始まりました。最近同様ラジオ第5弾4でしょ。第4弾か。そっか、今週もこの2人でお送りしていきたいと思います。はい、このラジオは私がここにアトリエを持って2拠点生活をしているので、私たち夫婦が半別居生活しているということで、彼が登場する回数が少なくなるということで、私たち夫婦の今をお届けする、そんなラジオとなっています。はい、お願いします。お願いします。ちょっとさ、前回さ、次回は神回かもしれませんっていうさ、うん自分でハードル上げたことを今ね深く後悔している。本当だよ。ちょっとお手柔らかにお願いします。はい、今週もやっていきましょう。そうでね、前回の振り返りを軽くしようと思うんだけど、前回は人間関係はグラデーションという話をして、なんだか皆さんからご好評いただきましたね。なんかやっぱりさ、うんその30代突入してからの友人関係はやっぱ男女で結構違うんじゃないかっていう意見がたくさんあって、まあ確かにそうかもなと思ったね。そうだね、確かに本当にそうかも。でもなんかやっぱこのラジオを通してみんながこう共感し合ったりとか優しい言葉を掛け合うみたいな、この雰囲気がすごくいいなと思ったし、なんか一人じゃないんだってか私だけじゃないんだみたいなのがねいいなと思ったし、あとなんかこのラジオを始めてから今まで長く何年も見てたけど初めてコメントしますっていう人が増えてとっても嬉しい。私はなんかコメントとかいいねとかって、やっぱ多分皆さんが思ってる以上に勇気づけられる感じ。初めてコメントしますとか、いつもコメントしてくれてる方も覚えてるし、なんかねそれが増えてちょっと嬉しくてウキウキしています。はい、今回はね何を話そうかなって思ったんだけど、今回の動画のテーマが自炊なので、自炊とか料理とかについて話そうかなって思うんだけど、ラジオの前にやっぱり今回バーミキュラさんとのタイアップで動画作ったから、このバーミキュラの良さみたいなのをちょっとあなたにお伝えしたい。だからね、まずね、なんかカレーくれたやん。あれさマジうまかった。でしょ。びっくりした俺。いやなんかね、今まで作ってもらった中で一番うまかった。それです今まであなたに作った料理の中で一番美味しかった。この10年で一番うまかったマジで。1位叩き出した。うまってなった。びっくりしたよね。もう全部食べた。あれはね完全無水カレーって言って、お水を使ってないの。あ、そうなんや。野菜とかから出る水分だけで作ったカレーで、あれねすっごい簡単だったの。野菜切ったりという下準備だけ頑張っちゃえば、もうあとはこう入れて火加減調整して待って、最後にカレールー入れてこう混ぜるだけでできちゃったの。美味しかった。マジで美味しかったよね。また作ってあげるから。得意げやな。やっぱこうやって成功体験を大げさに喜ぶっていうのは大事だから、自分自信になるしね。で、そうなんか私あんまりさ料理得意じゃないじゃん。あなたが私よりもできるから結構甘えちゃうんだけど、だからねあんまりこういう料理器具のお話いただいても、受けてこなかったんだけど、そんな、自信がないからね、でも今回は料理が苦手な人こそ使ってほしいって言われて、いやもう私じゃんいやもう私ですってな。どんな自信なそうっていうのがあって使ってみたの。でもともとバーミキュラ知ってて、代官山歩いてる時になんか今店舗移転しちゃったらしいんだけど、バーミキュラの店舗があったよね。一回入ったことあるじゃん。なんかすごいおしゃれな感じでさ、でも入っていいなかっこいいなと思ったけど、いやもう私こんなん扱えるレベルじゃないから無理だわとか思ってたんだけど、本当に簡単に美味しく作れるから、これからいろんなもの作りたいなみたいなふうに思っちゃったよね。で今回3日間自炊頑張って、いろいろ作ってみて、このレシピブック見てね、全部結構おしゃ飯って感じで、結構ねおしゃれな感じなんだけど、家庭料理みたいな、肉じゃがじゃないけど、そういうのとかもなんかすごい作りやすそうだし。なるほどね。これ炒めもいけるし、焼き付けとかもできるし、煮込みもできるし、パンも焼けるし、そう蒸すもできるし、
そうなんかオーブンポット2なのこれが。で2からなんかそういう焼き付けとかができるようになって、より料理の作れる幅が広がりましたよってことらしいんだけど、で今回の大きいのとちっちゃいの2つ使ってみたんだけど、これ両方あるとすごい便利。でも基本的にこの器具で全ての調理が賄えるから、片方焼いて片方煮てみたいな。そうそう1個でお米炊いたりもしたりとか、でもう1個でメインのなんか煮込み作ったりとか、そういうのができるからすごいいいなと思ったし、あとねもう何よりもさ見た目が可愛いわけ。珍しいねそういう色ね。そうやっぱ上がるよね。その料理ベタはやっぱ形から入るから、ちょっと可愛い料理したいなぐらいのテンション感で使えるのと、あと軽い。そうなんや。軽い、めちゃめちゃ軽い。こういうのってすっごい重くて、洗う時さ手痛くなっちゃうとかあるじゃん。めっちゃ軽いし、なんかお手入れが意外と簡単だった。汚れもすぐ落ちるし、まあ強いてやるのはこの縁のとこに油を塗る。錆びないようにか。そうそれぐらいだから、まあなんか負担にならない。なるほどね。これがカレーの美味しさの秘訣やったのか。そうなんかこっちでね家で自分でご飯作るの、なんか正直お味噌汁とおにぎりだけでいいかなって思ってたのね。どうせ週末とかさ家帰ってさあなたと一緒にご飯食べるからさ、でもなんかこれあったらちょっとなんか一品作っちゃおうかなみたいな。あとちょっと食パンが簡単にできすぎちゃったから、食パンまた焼こうかなみたいな。美味しかったもんね。そうなんか焼きたてのパンの美味しさがもう本当にやばい。パンってねなんか幸せになるよね。幸せになる。あとなんかこねてる時にもう無心になれるし、いいなって思った。オーブンポット2は職人が一つ一つ手仕事で蓋と本体の隙間を 0.01 ミリの精度で作り上げており、非常に高い密閉性となります。そうなるほどね。ちゃんとね。確かに軽いよ。そう立つんやこれ。そうめっちゃいいよね。なるほどね。確かにいい色。可愛い。カレーをさ、煮込んでルー入れる前の素材だけのさ、スープみたいなやつがめちゃくちゃ美味しかった。それがやっぱこう無水とかの良さなのかな。なんかカレーもさ、なんか具材の火の通りがさ、じゃがいもとかさしっとりしてさ、そう美味しかったよね。美味しかった。こんな感じで私はこれをねこれからも使っていこうと思うんだけど、あとはねフライパンもいただいて、フライパンも使ってみるところなんだけど、このオーブンポット2は初心者向けだったりするんだけど、フライパンは結構なんか料理好きの人から好評いただいてるフライパンらしいよ。確かになんかあれはなんか料理が上手い人が持ってるフライパンやな。そうだからねぜひ旦那さんにも使ってみてください。言ってもらった。今度なんか作ってあれで。じゃあこれからは料理研究家として腕を磨いていくというか急に飛び級なんかいろいろそうなの。なんかとにかくね失敗がないわけ。それが素晴らしいと思ったね。やっぱ失敗するとちょっとさ萎えちゃうわけ。余計自信がなくなるの。そうでも成功体験をいっぱい与えてくれるから、ちょっとなんかこう料理が楽しいって思えるようになったかなこの3日間でね。またなんかこれ作ってみようかなって思う。すごいもうレシピが全部美味しそう。そうこのガーリックシュリンプとかも作れちゃう。そうまた作ってみようと思う。そういう感じです。めっちゃおすすめです。小さいやつと大きいやつ2つ持ってるとすごい使い勝手いいと思うし、あと自分のね生活スタイルに合わせた大きさだったりとか、あとカラー選んだりとかね、買い替えたいなっていう人とか、まだホーロー鍋持ってないよみたいな、人いたらぜひ概要欄にねリンク貼っておくので飛んでみてください。いただきます。落ち着いちゃっただから今回は料理、食について話していこうと思います。このね、前回前々回、ちょっと深い人生の話ばっかりしすぎちゃってそれもさいいんだけど、ラジオはさこういろんな話したいわけ。もうなんかためにも何にもならないような、ダベリみたいなのもしたいの。で今回はテーマ的になんか料理、っていう大きな枠で話すんだけど、何話そうかなって考えてたんだけど、一番ねいいなと思う一個のトークテーマは、なんであなたはそんなに料理がうまいのかってこの Q はねもういっぱ
ぱいコメントできてるから私。旦那さんはなんでそんなに料理がうまいんですかって。例えばフォロワーさんに仕事でお会いする時、旦那さんの料理すごくないですかって。本当に本当に言われる。この前もインタビューの時にお弁当が美味しそうすぎたってお弁当ね、美味しそうすぎたって言って感想をもらいました。じゃあついに、あなたはなぜ料理が得意なのか。料理が別に好きやけど、そんなになんかでも私さ出会った時から、なんか料理得意だったっていうか、なんかあなたん家遊びに行ったら「俺今マッシュポテトにハマってるからマッシュポテト作っちゃるけ」って言ってめっちゃマッシュポテト作ってくれたりとか、あったよね。そうなんかね大学生の時とかは同じ料理を一人でに極めたいと思っていろいろ材料変えてなんかやったりとかしてたよね、この話もしよう。じゃあ付き合い始めて3年目ぐらいまでかな、ホワイトデーのお返しはあなたからの手料理だったじゃん。覚えてる？やってたね。1年目はすごいいいお肉の塊を買ってきてそれを美味しく焼いてくれて、塩だけで食べるみたいな。そんなことしてたちょっとうざいくないしてたよ。塩かマスタードで食べるっていう回があって、それは別に写真撮らなくてもね、わかるじゃん。塊を焼いてね、ただ美味しいねって食べたら。やってた。そう一人でも結構やってたそうハマってたよ。肉を美味しく焼くっていう、で2年目はお寿司を握る。やった写真がこちらです写真あるのしかもすごいの。まずお家に入ったら、机動かしてカウンターにしてて、部屋の中をね。で大将となんか、お客さんみたいな。でお品書きあんのね。なんか何々寿司みたいな、お任せみたいな。やってんな。でなんかお寿司屋さんで出てくるさ、お寿司のネタがわーって書いてあるさ湯飲み、湯飲み買ってきてる。ちゃんとあんたはね。100均のねあった気がする。買ってでなんか多分いいネタを自分で探してきて、なんかいいお寿司屋さんのやつ感じね、目の前でこう出してくれるこうスタイル。あった。そうなんか家の近所にあったわ、魚屋さんに行って、お寿司握りたいんでネタくださいって言ってそうあったね。あったよね。それすごい楽しかった私。基本なんか私が好きな食べ物というよりか、あなたが極めてるものを披露してくれるっていう回なんだけど私は別にリクエストはしてない。すごい株下がってないなんかで3年目はバターチキンカレーをスパイスから作る。写真がこちらになります。それもあるんやそうでスパイスから作ってナンも多分こねて、なんかフライパンにこう焼き付けて、しかもナンの中にチーズ入れてんのでもねあれ美味しかったよめっちゃ、ね美味しかったよね。感動したよね2人で。そうだったね。いやそもそもね、俺ね高校をね、調理学校にね行こうとしてたぐらいやったよ。そうなの？いやそうで初耳なんだけど10年目にして。でも料理自体はね多分ね、お母さんが手伝わせたのか手伝いたかったのか分かんないけど、それこそなんか夕飯とか一緒に作ってた。すごい素敵。それこそこの前の餃子とかもさ、俺小さい時だって週末とかお父さんお母さんとネチネチやってたもん。だからあんなうまいの。そう。はあなるほどね。でもマジそんなもん、まあできるものしかやってないからできるように映ってるかもしれないけど、でも大体できてるくない？あなたは本当に目で見たものを再現する力がすごい。そうなんや。すごい。見たら容量がわかるっていうか。そうなんですよだから多分料理とかもそうじゃない？テレビとか何でもさ、見てたら多分手の動かし方が分かるんだろうね。子供の時からのプラスそれじゃない？そうだからそういうねヒストリーがあってのこういう包丁さばきっていうことですね。そうですね。そうですね。じゃあなんか次挑戦してみたい料理ある？次挑戦してみたい料理カツオのたたき作りたいカツオのたたきってどうやって作るの？カツオを藁とかでいぶすんかな。でもやっぱカツオ足が速いけさ、すぐ腐っちゃうから、やっぱ新鮮なさカツオを手に入れないといけない。あとは藁焼きできる場所。場所ね。多分家でやったら多分大変なことになるから確かになかなかね。どうしたらいいんだよね。なんか高知県に行って食べるとかね。
高知県に行ってカツオのたたき食べる旅は楽しいかも、行ったことない私。そっちの方四国一回も行ったことない。私も一回も行ったことない。なんかふるさと納税でさ、カツオのたたきのさ冷凍のやつをさ、頼んでさ、もううますぎてさ震えてたもんねバク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 ってもう毎日食べてて。食べてたよね。だってまたふるさと納税でカツオのたたき大量に頼もうとか言ってたもんねなんか国内温泉もしつつ美味しいもの食べ旅したいね。そうね。だからあれだね、高知県おすすめ一番うまいカツオのたたきのお店とか教えてほしい。マジで知りたい冷凍でもいいですとりあえずとか温泉高知のね、四国の情報マジでなんもないわ。それで言うとさ、うちらの九州おすすめのご飯屋さん、ここで発表し合おう九州の、福岡。私は10年、あなたは？俺福岡だよ。福岡は4年か。4年北九州の小倉に住んでたんですけど、福岡の博多と小倉、よく遊びに行ってたよね、で美味しいご飯屋さんはまず小倉から。ベスト3どっちもベスト3やって、多分これからさ、福岡行く人いるでしょ絶対、旅行ね。これが美味しいですよって。小倉、絶対かぶるって。まずどうしちょっと名前忘れて調べていい？しかもさ、その順位つけれないんだよな。何系？もう何でもいいの？何でもいいよ、ご飯屋さんだったら。で私3つもあったかな、ちょっと思い出せないんだけど。いやあるでしょ。助さんうどん、ラルコン。ラルコンねある。今亡き丹賀のたこ焼き。助さんうどんはめちゃくちゃ有名だよね、もう北九州の有名なうどん屋さんの、肉うどんね、に、オロナミン C 飲んでた肉うどんにオロナミン C、あとおでん、おでん、その3点セットでしょ、ラルコンは魚町銀天街っていうのがあるんだけど、小倉駅の前に商店街があって、そこのところにあるハンバーグ屋さん、2階のね。そう2階のね、狭い階段をね、急な階段を登っていくよねそうでなんか150みたいなちっちゃいやつを1個か2個みたいな、2個だと300かな。でそれのオニオンソースみたいなやつ、シンプルなやつね。シンプルなやつとカニクリームコロッケ。そうなんや。食べたことないかも。カニクリームコロッケ超美味しい。絶対単品で追加する。で、第3位の今は亡き丹賀のたこ焼きは、丹賀市場っていう市場があって、でそこの入り口のところにたこ焼き屋さんがあって、いつもおじちゃんがこうやってたこ焼き買ってで買いに行くと「おおどうしたんだ最近どうなんだ?」とか言って話しながらおっちゃんね、俺一人で行ったらさ「お結婚したか?」いやまだです」「早くしな!」そう毎回「結婚早くしないと」って言われてた おじちゃんのたこ焼きがめちゃめちゃ美味しいのね。美味しいよねあれね。そう外刈り中トロ、でなんか私がね小倉を離れる時ぐらいに、もうなんかそろそろ引退だからって言ってたから、もう今いないと思うんだけど、そこのたこ焼き屋さん、今はたこ焼き屋さんだけはあるかもね、おじちゃんがいないだけで。それが私の小倉ベスト3。あなたは？しばらく食べてない。待ってごめん、何白石。いや白石ね、お蕎麦屋さん、美味しいよね。美味しい。あと回転寿司も美味しくない？京寿司。そう京寿司回転寿司今夜町店ね。そう美味しい。うちらはお蕎麦を食べてそのまま歩いて京寿司、食べてっていう。出たね。出ましたね。キヤッソも美味しい。キヤッソのね関門だこのパスタ美味しかった。半地下のイタリアン。もう全部概要欄に貼っときますんで、気になった方は概要欄見てください。あなたは？じゃあいやでも結構かぶってるもんな。同じだよねほとんどね。あと大太鼓っていうおでん屋さん美味しいね。で博多はたまに行くぐらいだったんだけど、でも博多で外せないのは言ってください。巻きのうどん？違う、正福だよ。正福ね。正福も美味しいね。銀だらみりんね。銀だらみりん定食。正福はもともと天神のコアっていう109みたいなギャルの服ばっかり売ってるデパートの地下にその正福っていう定食屋さんがあったんだけど、アクロス福岡に移転しちゃって、そこで今も美味しいんだけどね、私はその天神コアのとこの大将がもうたまんなく好きでDJ みたいにそう
大将がいます。カウンターが大将をぐるっと囲んでこの字になってて、こっちにこう魚を焼くねグリルがあって、ね、グリルがあって、大将いい感じのね坊主の大将で、こうやってずっとねこうやりながらお客さんと「なんちゃらなんちゃら」とか言って「はい」って言うんだよね。でなんかその大将が焼くね魚とかめちゃめちゃ美味しくて、しかもメニューあるんだけど一応、でもその頼んでも「いや今日ねこのお魚あんま美味しくないからこっちのがいいよ」みたいな言ってくれて、それ頼んだらもう間違いないんだけど、美味しかった。美味しかった。でその定食屋さん基本魚がメインで、豚ロース味噌焼きとかもあるんだけど、うまかった。豚ロース味噌焼きが美味しい。ナス味噌もなかった。ナス味噌ハーフナス味噌ハーフとあれ小皿ね、ナス味噌ハーフと、あとなんかだし巻き卵、だし巻きも食ったし、そうそうそう、うまかったな。でそれがアクロス福岡に移って、大将はねもうなんかほとんど引退ぐらいの感じで、もうね大将を囲む会はもうなくなっちゃったんだけど、もうでも綺麗になってね、正福っていう定食屋さん美味しいです。なんか東京であんま定食屋さんってさあんまり見かけないよね。もう知らないだけかもしれないけど、あんまりね。福岡って結構さこういう定食屋さん多くない？そうね、多かったね。お魚がねいっぱい取れるからね。お魚にご飯にお味噌汁に小皿みたいなやつをいつでも食べれるみたいな場所が多くって、中でも一番美味しいのが正福。魚の焼き加減がもうやばい。やばかったね。やばい。あとは巻きのうどん。巻きのうどんね。俺この前福岡行った時食べたけどね。うまかった。そう、博多駅のバスセンターの地下。はいはいはい。巻きのうどんはもう食べても食べても減らない。うどん。もうどんどん膨れ上がってきて、もう汁とかないよね最後らへん。福岡のうどんはブヨンブヨンなんだけど、それがめっちゃ美味しいよね。巻きのうどん食べたい。あとはもつ鍋は前田屋が好き。ああ言ってたね。前田屋はなんか姉から教えてもらったんかな。まあでも有名よね。そうそう。ごまさばとかも美味しいよね前田屋。もつもなんか醤油と味噌と、なんかねいろいろあってね。醤油が美味しい。やっぱ福岡ご飯美味しかったもんな。そう、福岡ご飯食べに行くだけでも行きたいもん。なんかその懐かしのみたいな。小倉とね、福岡博多、まあそんな感じ。何のラジオこれ。私はねこういうどうでもいい話もしたいわけ。でこうラジオ始めて思うのは、みんなの持ってるものを教えてくれるターンがコメント欄でこう始まるじゃん。それがすごいね勉強になったりとか、今度ここ行ってみようとかなるから、ぜひなんか、とりあえず高知で、高知の美味しいところを教えてもらいたいです。はい。私たちは一応福岡の好きなものを提供したから、提供してみた。高知のやつよこせと。ぜひなんかそういうのお待ちしています。お願いします。またなんかこういう話しましょう。はい。ではラジオ第4回、終了です。ありがとうございました。はい。また次のラジオお待ちください。じゃあこれ飲んだら帰るもん。今日はあっちの家に帰る。